ちにしろ分かんないな、電解研磨っていうのはちょっともう特殊領域すぎて溶かしてやるってことですかね。多分鋭利にしてるんだと思うんだけど、ちょっとこれはごめんなさい、分かりませんだね。あくまでもやっぱりね、ここで一つ言えるのが、まあ、前からちょこちょこある話なんだけど、機械研磨と手研ぎって似てるようであんまり交わらないんだよね。そうで、やっぱりその非常に硬質なものすごく硬い炭化物の鋼材であっても、その横回りの回転の砥石で研いだ時、やっぱりすごく力を抜いて同じ角度を安定するってかなり容易なんだよね。そうもちろんそれはそれですごい技術がいるところもあるんだけども、ただそれがやっぱり卓越してきた時のその手ぶれの少なさによる鋭利さってやっぱり驚異的な鋭利さを出せるケースがあるのね。それに対して手研ぎって前後に動かしてる時に角度固定しちゃそもそもダメなんだよね。だって手前と奥で絶対角度固定したら刃丸くなるに決まってるじゃない。そうっていう意味でその同じ鋭利さが得られないのは非常に至極当然で、でその炭化物が破壊できるできないのパフォーマンスの差が変わるわけよ。そうするとやっぱりストロークの回数が多いわけだよね。だって同じ力が働いてないし、研磨力も全然違う砥石で削ってるものに対して手作業でやった時、例えば回転砥石で10秒で刃がついたものを、まあ、仮に手作業でやったら何倍になるか分かんないけど1分とか2分とかかかる可能性があるわけだよね。その間手ぶれゼロで研げっていうのはなかなか難しい話になってくる。そういう意味では実はもう僕らが到達し得ない領域の切れ味っていうのは事実存在してると思ってて、まあこういうね医療用のメスであったり貝刃のカミソリの、まあ、刃先のダイヤモンドコーティングとか、ああいうのはやっぱりそういう人的にはちょっとなかなか難しいっていうものは存在してると僕は思ってる。だからそこまで自分の手作業が卓越してるっていうふうに言うほど傲慢では全くないし、やっぱりただ何が問題かっていうと、僕らの世界ってどうしても料理人さんは手で研ぐし、家庭の主婦たちもみんな手で研ぐし、っていう手作業がある中で手作業でやった結果をやっぱり提案しなきゃいけない。だから新品の包丁の切れ味がめちゃくちゃ良くてもその後直すのってみんな手作業だったらどっちを軸に話をするんですかって言ったら、やっぱり手作業で起こり得るものを軸にやっぱりお話をしなきゃいけない。そういう意味ではすごく高質的な鋼材の包丁とかも新品の時はえげつなく切れるやつがやっぱあるんだよね。そうでもやっぱり多くの方々がやっぱり同じなんか最初めちゃくちゃ良かったのにっていうのが実現できないのはやっぱりその条件が全く違うから、だからもう一つ気をつけていただきたいのは、そのメーカーさんでありそういう回転同士で研いでる人が言ってる話と、やっぱり手作業でずっとやってきてる話っていうのがちょっと微妙にずれてる可能性があるっていうのは覚えておいていただいた方がいいかもしれないね。メーカーさんもメーカーに戻して研ぎ直してその切れ味を戻すという前提でプロダクトを作ってる可能性もありますよね。その手研ぎでは絶対そこにたどり着けないっていう商品もあるかもしれないじゃないですか。絶対この設備を使わないと出せないっていう、それをやっぱ自分でやろうとするとちょっとハテナになりますよね。だからそこら辺がねやっぱりまあね一般的に流通している金属の良さの、まあ、ズレっていうのもそういうところにあるかもしれない。やっぱり、まあ、技術レベルをものすごく要求したり、砥石の性能性質だったりをものすごい要求したりする鋼材なのに、やっぱりそれに満たない技術であったり砥石を使ってしまって同じ切れ味にならないっていうのは、まあ、当然だろうし、そこら辺もやっぱりちょっと気をつけた方がいいところかもしれない。だからまあ研ぎやすいって削りやすいって結局鋭利に誰もがやりやすいよって言ってるようなイメージ。その道具とかを選ばないし技術も選びにくくなっていくっていう解釈の方が正しい。その代わりやっぱり捨てなきゃいけないものもあるのも事実だから、手放しでそれがいいっていう話では全くないんだけども、だからやっぱり自分で研ぐのか、
ね、もうその硬質系を買うんだったら割り切って研ぎに常に出しますっていう、それもすごくいい選択だとは思うからね、そうだから全部自分でやることが研ぎの正解ではないし、ただまあ研ぎマニアの、ね、方々は自分でやる中でやっぱりまあそこら辺はちょっと気をつけてもらった方がいいなとは思うね。こっちのあれですね、その金属のその数値的な性能だったりっていうところのボリュームが大きくなりすぎてて、こっちのその手研ぎってことを考えたときに扱いやすい道具っていうのがやっぱ少なくなってきてるから、その今試作とか開発してるやつはやっぱそういう道具としてそうね、作りたいっていうような思いですよね。ね、でも時代が進んでみんななんかもう超高性能な研ぎ機みたいなもんだったり、もうすでにねもう研ぐことすらなく全部貝出式の包丁になるとか、そういう時代になったら別にもう今の議論なんかどうでもいい話でする必要もないと思うんだけど、やはりまあなんだかんだ今の現時点ではやっぱりその機械で研いでる料理人さんなんかいないわけで、そうだから研ぎをするイコール手作業っていうのはやっぱりどうしてもやっぱり外すことができない。その中でまあ何がいいのか、まあ、どういうふうにしたいのかっていうところからやっぱり実現可能かどうかっていうのをすごくフラットな目で見た時にやっぱりまあこっちの方がいい時代で、こっちの方が難しいよねっていうのが手作業においてまあ出てくるっていうのはやっぱり感じるよね。ということで、はい、なんか質問にはお答えできなかったんですけど、おそらくそういうメスは多分もう人間の手ではたどり着けないようなことをやっぱりやってるんじゃないかなと思うので、ね、それも素晴らしい技術で、ね、そのね、患者さんの傷の治りとかにもすごい影響するんじゃないかなと思うので、ぜひね、そういうのは、ね、もっと進んでくれたらいいんだろうなと思います。